はい、皆さんこんにちは、コビーです。今回は先日ポケモンカードイラストレーションコンテストに参加したので、その話をしたいなと思います。ポケモンつながりということで、バックにはモンスターボール制作のタイムラプス映像を流しながら語っていきたいと思いますので、皆さんもゆるい感じで見てもらえばと思います。ポケモンカードのイラストコンテストは今回で3年目、第3回開催となるようで、僕は今回初参加でした。簡単にコンテストの概要を説明すると、その名の通りポケモンカード用のイラストを一般公募で募集してグランプリを決めるというもので、毎年ルールやテーマがあり、参加者はそれに沿って作品を制作するという感じです。毎年題材となるポケモンは数種類に指定されていて、その中から自分が描きたいポケモンを選んで制作します。またテーマも毎年あらかじめ決められていて、今年はポケモンの日常というテーマでした。そして今年からは日米同時開催になったということで、例年よりさらに多くの作品たちが集まったようです。募集期間は昨年の10月14日から今年の1月31日までだったんですが、僕がこのコンテストのことを知ったのが遅くて今年になってからだったので、僕に許された制作期間は約3週間くらいしかありませんでした。なのでこのコンテストは1人3点まで応募可能みたいなのですが、僕は必然的に最初から一級入魂で作品制作に挑みました。まずはどのポケモンを選ぶのかなのですが、今回のテーマがポケモンの日常ということで、まず真っ先に思いついたのが気持ちのいい日光を浴びてリラックスしているゆるい感じの作品のイメージでした。なのでそのゆるいイメージで一番可愛く演出できそうなポケモンはと考えた時に、やっぱりピカチュウかなと思いピカチュウを選びました。ポケモンが決まったので、早速作品のイメージを固めるためにラフスケッチを描きました。こんな感じのピカチュウが草っぱらの上で寝そべって日向ぼっこを楽しんでいるイメージです。そしてピカチュウのモデリング作業から始め、急ピッチで背景制作からピカチュウのポージング、ライティング作業などを進めていき、最終的に完成したのがこちらです。限られた時間の中で作る必要がありましたが、それがより集中して作品と向き合えるきっかけになったのか、個人的には結構満足のいく出来栄えまで仕上げることができました。そして先日4月11日に一次審査の結果が発表されました。応募総数はなんと10,830点。その中から一次審査を通過できるのはたったの300点のみという本当に狭き門です。正直1月末に作品を投稿してからの約2ヶ月間、ずっとこのことが頭の中にあって、ずっとドキドキワクワクしていました。そして迎えた4月11日、お昼休み中に公式サイトを確認してみると、一次審査の結果が発表されていました。上から順に恐る恐る一次審査を通過している掲載作品を一つずつ確認していきます。そしてピカチュウの掲載作品のところまで来た時には心拍数はマックスでした。しかしその期待とは裏腹に、ピカチュウの掲載作品のところには僕の作品は残念ながらありませんでした。ということで、初めてのポケモンカードのイラストコンテストは一次審査通過ならずという結果に終わってしまいました。正直すごく悔しかったし悲しかったんですが、今は気持ちを切り替えてまた次頑張ろうという気持ちになっています。特に Twitter ではたくさんのいいねや嬉しいコメントなどをいろんな方からいただけて本当に嬉しかったです。それとこういうコンテストに参加すること自体すごく楽しかったし、いい経験になったので、コンテストを開催してくださっているコンテストの運営の方たちには感謝の気持ちでいっぱいです。もっと練習を積んで、もっといい作品を作れるようになって、今度こそ審査員の方たちに認めてもらえるように、今後も創作活動を頑張っていきたいと思っていますので、皆さんもまた応援してくださるととても嬉しいです。それとこのコンテストの今後なんですが、今月には二次審査の発表が行われて、今度は上位100作品までに絞られるみたいです。そして6月には
最終審査の結果が発表される予定になっているみたいです。一次審査の結果は概要欄にも貼っている公式サイトから見ることができるので、皆さんもぜひ素晴らしい作品の数々を眺めてみてください。僕も個人的に最終審査に残る作品はこれかなとか、この絵師さんの絵柄好きだなと思いながら楽しませてもらっています。以上が先日僕が参加したポケモンカードイラストコンテストのお話でした。僕の作品や動画を見ていただき本当にありがとうございました。高評価やチャンネル登録などをしていただけると励みになるのでよろしくお願いいたします。それではまたね。